ここからは一緒に上げていきましょう。どうも、ケイスケです。来ました。望遠ズーム、ちょっと明るいかな？はい。望遠ズームがね、やっと手元に届きました。僕、望遠今まで持ってなくて、タムロンで言うとさ、こんなかったわ。このタムロンの標準ズームと、あとこのね、今 α7-2 についてる、望遠ズーム。2本ありまして、この3本目、いわゆる第三元レンズってやつですね。F2.8 通してズームレンズの、3本、光学標準で今回望遠と。もう人生初の望遠だからさ、すごく欲しくて、で、周りのね、YouTuber さんとか見てると、もうなんか先行でレビューしてんのよ。ずるくない？もう、でもどんどん欲しいなっていうか、もう意欲っていうか気持ちをね、かき立てられて、で、朝ね、ヤマト運輸の方に、わざわざ取りに行きました。ちょっとその話は置いといて、開封していこうよ。もう今日は雑談とかあんまりなしに開封していこう。もう本当にここから、ファーストインプレッションって感じなので、なんかその辺もね、自然な感じを楽しんでいただければと思います。ちょっといくよ。じゃじゃんと。見慣れたね、このね、タムロンの白い箱も。だいぶ見慣れた。おい、出します。いや。おー、来た。じゃあいくよ。じゃーん。おー、いいね。なんかすごいがっしりしてる。標準ズームでも結構がっしりしてると思ったけど、やっぱりこう見るとね、望遠の方がなんか一回りお兄さんって感じしますね。やっぱりでかいはでかいけど、ただやっぱり望遠ズーム、いつもね見てる70-200とかのね望遠ズームよりは全然なんかちっちゃいコンパクトな感じはします。こんな感じ。すごくシンプルで、もうあとピントリングとズームリングと、あとここのロック機構のボタンしかないや。で、今回なんでこのレンズ買ったかっていう話で言うと、もともとね、望遠レンズっていうの全然持ってなかったんで、1個はね、持っておきたいなと。作品のね、というか、撮る幅を広げるために1個持っておきたいなっていうのもあって、購入したっていうのが一つと、あとはね、動画に使うっていう意味で購入したんですね。もちろんね、望遠レンズ、写真にも使うんですけども、動画で使える望遠レンズって今まであんまなかったんですよ。あまりにでかすぎてやっぱ手ブレしちゃうしってことで、使えなかったんですけども、これだったら、フィルター系もね、67mm って言って僕の持ってるこの辺のフィルター系と同じで、ND フィルターとか、この辺の ND フィルターが使いやすいというのもあるし、あとはね、軽くて多分これジンバルにも乗っけられるんじゃないかなと思います。って感じでね、購入しました。今見たらフードがでかいね、やっぱり。ケイスケの動画。今 70mm がこのぐらいのサイズ感で 180mm がこのぐらいのサイズ感になります。そんな思ったより筒が伸びないかな、僕としてはいい感じな気がします。とりあえずカメラにつけてみていい？はい、いくよ。いきます。これね。なんか結構マウントも普通にしっかりしてます。タムロンのさ、最近のレンズっていいよね。なんか昔のタムロンってデザインもそんなに正直かっこよくなかったというか、そういうイメージがあって、でかつね、画質も安かろう悪かろうじゃないけど、悪くはないけど、なんかすごくいいようなイメージなかったんですけども、ほんとね、この広角ズームとか、このね、ここにある標準ズームもそうだし、あとは 2.8 のね、単焦点とかも発売されてると思うんですけども、あの辺はね、すごく画質がいいイメージあります。なんでも本当 α7 シリーズ、α7-3 とか持ってらっしゃる方は、この辺のね、タムロンのレンズっていうのはほぼマストアイテムなのかなって思うぐらいね、押せるレンズです。で、早速ちょっといい？初の望遠ズーム。あ、オートフォーカス早っ。望遠レンズってオートフォーカス遅くなりがちなんですよ。なんかイメージなんですけどね。なんとなく今まで触ってきたシグマの 135mm のレンズとか、あとは 100mm マクロとかも使ってきたんですけども、その辺のレンズってやっぱり結構オートフォーカス迷うんですよね。焦点距離合わせる幅が広いんで、結構迷うイメージだったんですけども、これはね、めちゃくちゃ速いぞ。面白いな、これ。こんなね、僕の感想だけ言っててもあれなんで、スペックもご紹介しましょう。iPad の方で見ていきますね。はい、一応ね、スペック情報もチェックしていきます。マウントは E マウントですね。α7-3 用の、α7-3 とか α7-2 用のね、FE マウント用で、望遠ズームの、オートフォーカスとマニュアルフォーカス切り替えられます。個人的にはオートフォーカスとマニュアルフォーカスの切り替えスイッチとか欲しかったんですけども、この見た目もね、シンプルですごくいいんで、そこはよしとしましょう。で、レンズ構成14分19枚の、焦点距離が 70-180mm です。で、F2.8 投資の絞りで、絞り羽枚数が9枚となっているので、かなりボケ感もいい感じに映るんじゃないかなと思います。
で、手ブレ補正は入ってないんですけども、なんかボディ内に手ブレ補正が入ってるカメラを使えば問題ないでしょうというところです。結構望遠レンズ買いますみたいな話をした時にコメントで手ブレ補正機構入ってないのが結構心配ですみたいな話あったんですけども、α7-3 に手ブレ補正の機構入ってるんで、問題ないんじゃないかなと僕は思ってます。で、フィルター径 67mm ってことで、この辺のねレンズと一緒ですね。僕の今使ってる 20mm のレンズも一緒です。で、あと重さが 810g と。重いけど望遠っていう重さじゃないな。なんかそんな感じする。結構やっぱ太いなって、今まで持ってたレンズの中でも結構太いなとは思うんですけども、ただ持ってる感じはすごい望遠まで取れるっていうほどの重さではないですね。家でねこの話をずーっとしててもしゃあないなと思うので、やっぱりちょこっとだけでも撮影しに行っちゃいましょうか。あんまりね外出るの良くないので、ほんと近場でね散歩で行けるぐらいのところでサクッと撮影していきたいと思いますっていう話をねさっきからしてたので、ことちゃんがあっちでねメイクをしてるので、メイク終わったら行こうね。はい、ということでちょこっとだけね動画と写真と撮っていきたいと思います。行ってきます。ケイスケの動画よいしょ。ということでサクッと撮ってきました。いや、暑いね。もう着替えて、半袖に着替えないとさすがにダメだと思って、半袖に着替えて、サクッと公園でですけど、撮ってきました。で、これのね、レビューというか使った感想をね、ざっくりとご紹介したいんですけども、オートフォーカスがめちゃくちゃ速いわ。これね、最短焦点距離の話にもなると思うんですけども、このね、レンズの最短焦点距離って、オートフォーカス時とマニュアルフォーカス時全然違うんですね。オートフォーカスでも割と十分寄れるんですよ。70mm のオートフォーカス、一番広角端って言っても中望遠ですけども、70mm で普通に撮影しようと思っても十分近くに寄れます。なんですけども、これがマニュアルフォーカスになった時に、これ見て、このぐらい寄れんの。これもうほぼマクロじゃんっていうね。マクロレンズぐらい全然寄れちゃうので、このぐらい寄れるってなると、もう相当ね、花とか、いろんな細かいものもすごく撮りやすくなるんじゃないかなと思いました。正直この 70mm っていう広角端の部分でも全然歪みは正直ないので、この 70mm で結構ね、いろんなものを家の中でも撮れちゃうんじゃないかなっていうような印象です。でね、正直重さはね、使っててもそんな重くないかなって僕は感じました。これね、結構人によると思うんですけども、そんなに長さも長くないし、なんならちょっと軽いかなって、やっぱり望遠レンズとしては相当軽いなっていう風に感じましたね。で、撮影したところもうザザッといきますよ。発色がめちゃくちゃいいですって。発色はもうめちゃくちゃ良くて、木とかね撮った時にブワッと緑が広がる感じはもうめちゃくちゃいいなと思いました。その辺はこの辺のねタムロの標準ズームとかも同じ似たような感じかなと思います。僕割とですね、今回のこのレンズは写真もそうなんですけども、動画にも使えるようにと思って購入したんで、こういうねジンバルにつけられるのかっていうのも検証してみたんですけども、α7-3 とこのね、タムロンのズーム 100mm 付近で、調節したんですけども、全然乗っかりました。少なくとも WeWillS では、ジンバルに乗っけることができます。ただね、若干アイピース、このね、ND フィルターをつけるとアイカップアイピースの部分、ここの目の部分ですね、これが引っかかりそうだなっていう瞬間はあったんですけども、なんとか乗っかるという感じです。で、使ってみるといいね。で、地味にね、あと嬉しかったのはちょっとね、今使っちゃってるんですけども、ジンバルに乗っけるこのクイックリリースプレートがあるじゃないですか。で、これね、つけてみるとわかるんですけども、よいしょ。はい、これね、つけてみると分かるんですけども、α7-2 も同じだと思うんですけども、このね、レンズの底の、ここの面と、ボディのね、ここの下の面、多分ね、同じ高さなんですよね。なんで、クイックリリースプレートがこのぐらいバッて長かったとしても、間にね、こういうプレートをかませる必要なく1枚でいけます。なんとなく分かります？ジンバル使ってる人は結構これ嬉しいと思うんですけども、これは今回ね、非常にいいところだなと感じました。僕結構これ好きですね。ジンバルで、撮るとこんな感じになります。十分ぬるぬるっていう感じですね。さすがに縦揺れがね、ちょっと気になるので、スローモーションを使って少し軽減はしてますけども、十分、これ 180mm ぐらいで撮ってますけども、かなりいい映像が撮れてるんじゃないかなと思います。で、あと手持ちでも撮影してみたんですけども、手持ちでも α7-3 であればボディ内にね、手ブレ補正が入っているので十分撮影できるかなっていう感じです。こんな感じでね。映像素材として十分使えるんじゃないかなと思います。ボケ感も十分以上というか、もう正直ね、70でも180でももうトロトロね、ボケ感になるので、被写体を全身入れても背景がしっかりボケるっていうのは、この軽さで実現できてるのすごいですよね。ケイスケの動画。
であとね、ちょっとだけツイッターで、どういうとこ試してほしいですかみたいなことをね、聞いて、募集したら少し試してほしいっていうところが2つぐらい出てきてですね、1個が、連射の時にオートフォーカスどのぐらいずれますかっていう話。望遠ズームにしてはこれね、めちゃくちゃオートフォーカスが速い気がしてて、正直連射してもほとんど外すってことはなかったです。なかったんですけども、やっぱり 180mm っていうのがですね、結構シャッタースピードを上げないとブレやすくはなるなっていうところで、僕ね、結構125分の1とかで撮影してたんですけども、後で見返してみるとビブレしてるなっていう写真はちょこちょこあったので、そこだけはね、気にしないといけないかなっていう感じです。で、もう1個、α6400 につけた場合ですね、僕ね、α7-3 だけじゃなく、ここでね、使っちゃってるんですけども、α6400 でもこのレンズをつけて撮影してみました。で、感想としてなんですけども、α6400 にもいいと思います。全然ね、α6400 につけてもむしろ軽いなぐらいのレンズで、そんなに頭でっかちっていうような印象なかったですね。ただ、1個気になったのが、オートフォーカスの速度。α6400 の方が僕のイメージだと α7-3 よりもオートフォーカスの精度いいようなイメージだったんですけども、なんかね、相性が若干悪いのか、ちょっとオートフォーカス遅かったんですよね。気持ちですけど。その辺はファームウェアアップデートで多分改善されると思うんですけども、そこを最初にね、買うっていう方はちょっとね、6600もね、試してるわけじゃないんですけども、おそらくこれはね、α7-3 用にまずチューニングされているので、ちょっとそこはね、注意点かなと思います。ただね、こんな感じの写真とか、α6400 だったら、270mm、かなりまた望遠までいけるので、またね、さらに切り取れるっていうのはすごい嬉しいポイントでしたね。ケイスケの動画。はい、ということで、こんな感じでしょうか。まだまだね、いっぱい作例撮ってたりしたら、多分ね、言いたいことたくさんあるんですけども、今日はね、全部は試せないので、また、旅行とかに持って行ったりとか、普通に撮影しに行ったりとかして、このね、望遠ズームの魅力を、どんどんね、身に染み込ませて、皆さんにお伝えできればと思います。総合評価。ちょっとね、今の時点での総合評価で言うと、相当いいです。このレンズね、本当に望遠欲しい人はいいと思います。ただどうしてもね、400mm とか、そういうレンズとはまたね、ちょっと違った望遠、中望遠にちょっと気が生えたって言い方はあれなんですけども、180mm、200mm もそんな変わんないかもしれないんですけども、その辺のね、帯域、望遠域っていうのが自分に合ってるかどうか。で、合ってたら、もうこのレンズはかなりいいです。ほぼマクロ撮影もできる、背景全然ぼかせられる、動画でも使える、写真でも使える、オートフォーカス早いと。この画角っていう部分以外は、もう死角はないレンズだと思ってます。僕はね、しばらくこれを使いこなして動画でも使ったりして、それこそね、必殺技的な感じで使っていけたらなと思ってますので、ぜひこれからの作品楽しみにしていてください。ということで今日の動画はこれのね、ファーストインプレッションということで、お伝えしてみました。もうね、ちょっと外に出ただけで日差しバンバン当てられて、かなり疲れますね。今ね、体力すげえ落ちてるの感じました。ということでね、これからちょっと一回ちょっと振って寝て、編集して今日中に出したいと思いますので、楽しみにしててくださいってか、今見てくれてるんですよね。見てくれてありがとうございます。ということで、今日の動画はここまでにしたいと思います。今日の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それと、はい、Twitter、LINE、Instagram とやっておりますので、ぜひフォローお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。はい。多分ね、5月末ぐらいでまた緊急事態宣言も東京ではね、もう終わりそうな気もするので、その時にね、また試してみたいと思うんですけども、こういう部分気になりますっていうものがあれば、ぜひね、コメントの方でいただけると嬉しいです。ということで、今日の動画見ていただきありがとうございました。バイバーイ。